よしよし、くっついちゃって。いい味だ。おいしい。もうちょっとキノコ入れるだ。たくあん、様子見てみる？どうなったかね。どうなってるか。いろいろお菓子あるんだね。あんまりないけど。どうなったかな。すごい水が出るんだね。水分。これで水分が出たら重し軽くしとけばいいね。全部何切って食べられるかや。そんなにはなくてもいいかも。味見だで。ね、そうだね。そっちはもうちょっとつけておく？つけとくほどシワが取れる。まあ、また違った味とか食感になるのかな。シワなくなる、食感良くなるね。
ほうじ茶か今日は。こんくらい？はい、ありがとう。少しずつ飲ませ。冷めなんでいい。いただきます。いただきます。あ、美味しいね、熱いのは。うまいね。温まる。ではばあちゃん、どうぞ食べてください。こっちの尻尾の方が柔らかいと。いただきます。はい。お、いい味だわ。ほんとだ。めっちゃ食感いいね。うん。この分量はばあちゃんのオリジナルなの？美味しいねこれ。ちょうどいい塩加減だね。でもたくあんってあんな風にさ、つけるのを見たことなかったからさ、なんか途中泥みたいになってたじゃん、ぬかが。あんな風にどうなるかと思った。そう、こんな風に作ってるんだと思って。普通は大根干すであんなに水出ないがね。干す作り方もあるけど、今回は干さないやり方でやったんだよね。ばあちゃんはどうしてこのたくあんの漬け方とかを知ってたの？だから人から聞いて、聞き伝えだ。田舎の人ってみんなそんな感じ？みんなで話し合うでね、お茶飲めや、どうやって漬けたって。それで食べてみて一番美味しいその漬け方。一番美味しかった人に聞くのか。なるほど。まだちょっと辛みが残る。そうだね、大根のちょっとおろしみたいな辛さが少しあるかもね。これはこれでまた違った味わいがあっていい。長く漬けとけばそれがなくなるでね。じゃあ漬ける長さとかも人の好みによって変えたらいいのかな。最後にならへん同じ味になるけど。じゃあ例えばなんか料理教室みたいなところで誰かに漬け方を教わったとかでもなくて、みんな聞き伝え。そうして、口で伝えてきたって感じ。そっか。集まりがあってそこへお茶が出るんでね。一番美味しい人の聞くだ。そうして出来上がったのが、ばあちゃんのこのたくあんでもあるんだ。昔はインターネットとかないもんね。ないだもん。昔はよくお茶飲んだしね、隣近所。呼んで？呼んだり呼ばれたり、暇ならおばさんお茶に来ましょうって呼び行くだ。そうなの？近所呼び行くだ。自分も暇だもんね。そっか。いいね、そういう付き合いは。いいよ。今そういうことないでね。確かに。希薄になっちゃって寂しいよ。仲良しなら毎日のように呼んだり呼ばれたり。それ切りようがないもん。針仕事もあったけど。なんか漬物もさ、たくあんだけじゃなくてもいろんな漬物があるじゃん。ある。いろいろあるね。その中で一番
まあばあちゃんが得意とかさ、馴染み深い漬物ってあったりするの？別に特別にどうこうっていうのがない、当たり前だったね。お菜とお大根はね。特にお箱とかあったわけでもない。母さんはばあちゃんのお菜漬けがもう本当に美味しい美味しいって言って食べてて。どうかな、そんな少しばかつけたって美味しくない。やっぱり漬物はちゃんとつけた方が美味しい。そうなの？なんででしょう？どうかね。ありがとう。漬物も買えばいろいろ美味しいのもあるけどさ、やっぱ自分で作ったら無添加だし、家ごと違うでね、味が。それがまた面白いというか良さでもあるよね。人によって違って。漬物の品評会ってあるで。まあちゃん、大根の漬物だったらこういうたくあん以外にどういうものをつけたりする？昔は野沢菜漬けとか。昔は大根とお菜ぐらいしか株があったね。なんか大根は大根でもさ、たくあん漬け以外にもいろいろやってなかったっけ、ばあちゃん？漬物で。そう。からし漬け？からし醤油だっけ？もうやってたじゃんね。なんかいろいろ知ってるのかなと思って。知らないぞ、何より。あ、そうなの？からし漬けは最近になって教わったの。あ、そうなの？あ、そっかそっか。あれ、みんなが帰省して集まった時、みんな大喜びで食べてたね。そうだね、あれ美味しかったね。めっちゃ美味しかった。大根とからしだけの漬物は昔からあったけど、あんなにいろいろ入れないの。からしの漬物ってのを僕は初めてあったな、あれが。タレが美味しいだよ。特別なお醤油じゃなくてもよかったね。普通の醤油でも。普通の醤油ね。今度なんだ、カレー味の大根漬けを教わるって言ってた。カレー味？カレー大根。すごいな、それは。また教えてってそう言っといたけど。じゃあ教わったら僕にも教えてよ。気になるね、それは。来年は大根作れるでしょうね。今年はつけないけど。それまたからし大根を教えてくれた人？その人から結構いろいろ教わってるのか。そうでもないと偶然だが。あれはお醤油を売り出してる人が言ったじゃないかや。漬物がなきゃちょっと冷蔵庫入れられないね。容器が。おばあちゃんの直伝の漬物のなんていうかレシピを絶やさずに受け継ぎたいなっていう気もあるので、また挑戦してみようかな。そうだね。おばあちゃんいなくなったらやれ。じゃあごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。